Am I going to the door? No, you aren't going to the door. You are going to the table. はい、皆さんおはようございます。今日はですね、これから髪の毛を切りに行って、ついにずっと行こうと思っていたサーモンパーク千歳の方に行ってみたいと思います。今の気温は22度です。ついに北海道も20度を超えてきましたね。だいぶあったかいです。20度超えてても別に暑いっていう感じではないんですけど、すごくちょうどいい暖かな気候ですね。素晴らしい気候です。めっちゃさっぱりしました。とりあえずこちらの鮭のふるさと千歳水族館に行ってみます。ちっちゃいのがいた。ちょっと大きくなった。大人になった。サーモンだけかと思ったけど、サーモン以外もいるんですね。シシャモがいましたね。シシャモって生きてる時ってこんな感じなんですね。基本食べる時しか会わないんで、生きてるシシャモは初めて見ました。カイツブリっていうアヒルがいました。黒い。すごい。触れるんだ。逃げられちゃいますね。無理だ。チョウザメが来た。触れるかな。触れた。ちょっとぬるっとしてる。ドクターフィッシュいた。うわ、すごっ。なんかすごい手がピリピリする。ミンクがいるみたいですね。ここで寝てた。2人で仲良く寝てた。いた。カメ。うわ、でかこの声。うわ、でか。うわ、すごいでかいこの声。すごい。ちっちゃいフグがいる。
ビス精神がいい。めっちゃ来てくれる。でかっ。すごい。千歳川を覗けるんだこれ。すごい。これが千歳川ですね。さっきこの中を見れてたってことですよね。こっちがサーモンパーク千歳ですね。なんかいろいろ売ってるみたいなんでちょっと行ってみたいと思います。視聴者さんに教えていただいたあんこが美味しいお店に行ってみたいと思います。こんな感じですごい中にぎっしりあんこが詰まってました。外サックサク、中もっちり、あんこぎっしりって感じですごい美味しいです。そしてこの美しい景色、最高です。
日は田中屋さんでオブラートとは別に桜味も購入してて温めたのでいただきます。口の中に春が訪れましたね。はい、では本日は晩ご飯にいくら丼を作りたいと思います。はい、では本当はここに思いっきりいくらをかけたかったところなんですけど、ちょっと鮭の卵は高いので鶏の卵を使います。はい、そしてここに今日サーモンパーク千歳で買ったこのいくら醤油っていうのをかけて食べます。ここに書いてある通りだと炊きたてご飯にかけるだけでいくら丼の味わいになるそうです。これが確か1600円ぐらいだったんで、そう考えるといくら丼1杯もしかしてそれ以下の金額で、たくさんいくら丼が食べれるのでものすごくコスパがいいということになります。それではいただきます。まずはちょっともうタレとご飯だけでいってみたいと思います。確かにいくら丼の味わいですね。ただいくらのプチプチがないっていう寂しさはあるんですけど、いくらよりも安い筋子を乗っけてこのいくら醤油をかけるか、タピオカを乗せてこのいくら醤油をかけるか、あと海ぶどうとかそういうプチプチするようなものと一緒にこのいくら醤油をかけて食べればいくら丼になるようなならないような、鮭じゃなくて鶏の卵と一緒に絡めて食べてみたいと思います。3ランク上くらいの卵かけご飯になったって感じです。でこのいくら醤油なんですけど、調味料グランプリかなんかで1位を獲得したっていうのと、でもそれだけだったら不運ぐらいで終わったんですけど、売ってる店舗がそのサーモンパーク千歳ともう1店舗、その2店舗でしか売ってないっていう宣伝文句を見て、じゃあ買わないとみたいな限定商法にまんまとかかって買ってしまいました。でも家帰ってちょっと調べてみたらAmazon でも楽天でも購入できます。ごちそうさまでした。いくら醤油美味しかったです。はい、皆さんお疲れ様です。今日はですね、ようやく行こうと思っていた鮭のふるさと千歳水族館と、あとサーモンパーク千歳にようやく行ってきたわけなんですけど、想像よりもはるかに良かったですね。鮭のふるさと千歳水族館も名前で想像してたのはもう本当に鮭ばっかりいるちっちゃい水族館なのかなと思ったんですけど、いろんな生き物がいたし、魚に触れ合える、場所だったりで、あと特に一番感動したのはその真横を千歳川が流れているので、実際にその千歳川の中を見れるみたいな、なんで野生の鮭とかちっちゃい魚とかが実際に見れるっていう、
あれはすごい感動しましたね。それであとはサーモンパーク千歳、大きめの道の駅みたいな感じだったんですけど、やっぱね、いろんな美味しそうなレストランがいっぱい入ったフードコートとか、特産品、近場で採れた野菜だとか、北海道ならではの、限定商品とかがいっぱい置いてあって、もうここにいると散財しちゃうなみたいな、やばいやばいやばいみたいな感じで、あんまり滞在はしないようにしたんですけど、お昼ご飯なんか食べようかなと思ってたんですけど、なんかせっかく綺麗な千歳川が流れてて、でそのサーモンパーク千歳の隣になんかちょっとした公園みたいなのがあって、でベンチもいっぱい置いてあったので、外でなんか買って外で食べたいなと思ったので、今日はおにぎりを購入したんですけど、おにぎりもすっごい美味しかったですね。僕が買ったのは筋子とサーモンハラス、バター醤油味と、あと明太マヨ買ったんですけど、おにぎり1個が大きいので、3つ買ったんですけど、2つで良かったですね。ちょっと高いかなと思ったんですけど、もういざ食べてみると、この上に筋子が乗ってて、それだけなのかなと思ったら、もう中にまでしっかりぎっしり筋子が詰まってて、でしかも僕の想像している筋子よりも粒が大きくて、もはやイクラじゃんみたいな、もうぎっしり入ったおにぎりで大満足でしたね。綺麗な千歳川を見ながら、いろんな鳥のさえずりを聞きながら、そんな自然の中で美味しいものを食べれるっていう、すごく素晴らしい体験ができましたね。すごい美味しそうなレストランいっぱいあったんで、そこで食べるのもいいんですけど、個人的なおすすめはやっぱ中でいろんなお弁当とかパン屋さんとかもあったので、そういうのを買って、千歳川を見ながら、ちょっと自然を感じながら食べるのが個人的にはおすすめですね。今日で一気にやっぱ千歳の素晴らしさ、魅力をより一層強く感じましたね。これからもね、千歳のみならず北海道のなんか素晴らしさとか魅力を伝えることができたらいいなと思っております。というわけで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さん、今週もお疲れ様でした。また来週も元気にお会いしましょう。バイバーイ。